こんばんは、ヘマルでございます。今日は福井県道251号線西郷トンネルというところの旧道の探索にやってまいりましたので、よろしくお願いします。こちらのトンネルは福井市の深谷町から本郷地区を結ぶ2002年にできたトンネルだそうです。そして、マップ上で見ただけなんで何とも言えないんですけども、おそらくその道が旧道状態だったんではないかなと思うので、そちらの方の探索ですねを行ってみたいと思います。思いますっちゃった確か2002年だと思うんですよね。で、Google マップ上では地図の表記はありません。そこの道は。で、途中の峠の方からは道の表記はありますけどもね。なのでその道として表記されてないところから見ると、もしかすると通れないっていう可能性もありますんで、どうでしょうね。えらい車止まってるのはい、行ってまいります。多分ここがね、それだと思うんですよね。まあ道としての表記はないとはいえども、今こうやって人も歩いてますしね。ちゃんとした道じゃないですか。えらいカメラ持った人がいるけど、なんだろう。なんだろう、撮影スポットなのかここ。園庭っていうか砂防ダム的なもんがあるの。なんかすごいバズーカのカメラ持ってる人が構えてたけど、なんだろうね、野鳥とかかな。でもなんかそれでもなんかなんだろう、竹林というかすごい木立が綺麗だから、もしかしたら風景的な画像で撮ってる人なのかどうか。思ったほどまともですね。僕はまあダートローやと思ってたんですけどね。まあただあのトンネルが西郷トンネルか、あの長さで終わっちゃうところをこれだけぐるぐる回ってるんですから、相当ですよね。今回この場所っていうのは Google マップを何気に見てて、通ったことのないこういうトンネルがあったんですよね。そしてどう見てもその深谷町からその本郷地区へ向かうためのトンネルとしては、そのアクセス路としてはトンネルできる前っていうのはやっぱりここ通らないとショートカットにならないっていうか、なんていうのかな、他の道行くとすごくお参りでしか行けないんですね。そういった意味であちらのトンネルの旧道としてここはありだと思ってやってまいりました。このぐらいの道なら Google のマップ感が来てもおかしくないんですけどね。はい、これを左へ曲がる状態ですね。そしてなんかちょっとここ降りてみようか。では分岐点となります。今そちらの方から上がってまいりまして、ここまっすぐ行きますと林道西郷線へ向かう道だと思われます。そして今のこちらの方へ今から向かうんですけども、おそらく僕が思うそちらの西郷トンネルの旧道っていうのはこちらになると思います。とても面白い構造になってまして、お地蔵さんがありますね。ここから柿谷町となります。でボックスパルブアートがありまして、なんと上にガードレールもありますよね。あのガードレールっていうのは林道西郷線となります。この西郷線をずっと向こう行きますと、今度は二枚田幹線林道という、日本海の方へ向かう林道へもつながっておりますっていうところのオーバークロス状態になってますね。これすごく面白いですね。ってことはなんだろうね、ここ旧道として考えたらこんな昔からあったんだろうか。でもお地蔵さんがあるってことは相当、どんどんちょっとお地蔵さん見させてもらおうか。ちょっと文字がかすれて見えないんですけど、そんなに新しいものじゃないと思いますんで、おそらくやっぱこの道ってのは昔からあると思うんですよね。
だからそう考えたら結構古くからあってもおかしくないんですけども、このボックスカルバート状態から見るとどうなんだ、これはまあ新しいよね。ちょっと何とも言えないけど、ボックスカルバートにしてるっていうことはどうなんだろう、もともと切り通しちゃったんかなと思うんですよね。その後に上の林道整合線を乗っけたからこれを作ったのか、それとももしかしたら坪りのトンネルがあったとか、考えられるな。どうなんだろう。まあただ構造的には面白いですね、これね。ちなみになんですけども、この立体交差の上を見てみたいということでこっちをまっすぐ行って、そしてここが立体交差部分か。ちょっと止まりましょうね。それじゃあ先ほどの旧道らしきところの立体交差の上の方をやってまいりました。この道っていうのは整合林道となります。こうちゃんとしたセンターラインが引いてあると林道なんですね。高規格な林道です。そしてちょっと見えないけど、この下になんですけども、この真下が先ほどの旧道の切り通しと思われるボックスカルバントのところですね。でこちら側もこんなんですね。おそらくここが稜線だから山の高さとしてはもうこれぐらいしかないですからね。これぐらいならトンネル掘るというよりかは切り通ししたんじゃないかなとは僕は思うんですよね。おそらくですけどね。何とも言えないです。そしてこの林道がえらい、僕ここ初めて来たんですけど、センターがある林道ってすごいな。高規格なんです。ここはまた今度また別な機会にやってみたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、ではそれでは再びこちらの方を下ってまいりたいと思います。でこの上がボックスカルバートの上に林道整合線があります。まあちょっと謎ですけどね、おそらく昔からあると思いますよ。実際ウィキペディアを見ると、ここの整合トンネルの上はすれ違いができない道だったからうんたらかんたら書いてあったんで、おそらくそういう旧道的な表記だと思うんですよね。今となってはそれほどここは必要性が少ない道だとは思いますけれども、林業関係の方とか今の林道整合線を走るために向かうアクセス路として使われてるとかじゃないかなと思うんですけどね。まあ意外だったのは普通に舗装道路だったってことですよね。 Google マップでは道表記されてませんでしたからね。もう通れない、下手するとまた通れないかなとかと思って覚悟してきたんですけど、今回はその辺は拍子抜けしました。ただボックスカルバートの立体交差は面白かったな。あれはすごい意外でしたよね。あれはとても興味深いです。ダートルでないけど、この杉の葉のこの落ちてるのはある意味ダートイカかもしれないですね。これ左行くと何かあるわけじゃないな。なんかここ怪しいな。配送センサーがなんか反応するんですけど、気のせいかな。配送ではないな。真上に神社があった。そっか、そういうことか。全然廃村じゃないです。僕が思った廃村っていうのは向こうの方のことで、それでもそうですね、すごい古い建物もありますし、かといって逆に新しい建物もありますし、右に行く道もありますけど、工事用通路、ダム作ってるみたいですね。なんかにしちゃちょっと家少ないかな。神社があったとこ見るともうちょっと家あってもいいんですけどね。もしかするとやっぱりなんかもうちょっとでっかい集落があったのかもしれませんね。結構
綺麗にされてる神社だったんで、この辺り集落が出てまいりました。はい、ということでここで県道251号線へ出てまいりましたということで、こういう流れで旧道ではないかなという僕の考察でございます。今から戻りますね。それでは一周回ってまいりました。あちらに見えるのが、西郷トンネルですね。このような橋がいっぱいありまして、規格の高い道路となっております。そしてここに脇道がありまして、この脇道っていうのが封鎖されてて入りませんけども、林道深谷線となっております。延長が 1680m、 そしてこの先へ行きますと、先ほど上の方行った林道西郷線かなになるんかなに向かう道となっております。はい、今回こちらの方は行けませんけども、このような道があるということですね。そういうことで、こちらの先ほどの西郷トンネルが2002年にできる前までは、おそらくですけども先ほど通ってきた道が、旧道だと僕は思います。ただそれは定かではございません。ただやっぱりそれを裏付けるには、やっぱりこれぐらいの距離をショートカットするにはあの道が一番ベターだと思うんですね。だから僕はそう思っております。そして立体交差はなかなか面白い道でしたけども、あれの謎もね、もうちょっと解きたかったんですけど、今回はもう僕の考察までということで終わりたいと思いますのでそういうことでよろしくお願いします。では今日はこれまででございます。おやすみなさいませ。へまるでした。ありがとうございました。バイバイ。